古くなったフローリングをきれいにリフォームしたい。そんな時におすすめなのがフローリングの重ね張り。今回は DIY でもできるフローリングの重ね張りについて押さえておくべきポイントを解説します。これはプロのリフォーム工事でもごく一般的な工法で、既存の床の上に新しいフローリングを貼っていきます。まずはこちらがフローリングを支える床下の基本構造です。最近の新築では根太を使わない合掌工法も増えていますが、古い家ではこのような作りが一般的で、根太に直接フローリングを貼る根太張り工法と、間に合板を入れる捨て張り工法があります。どちらの工法でもフローリングの重ね張り自体は可能ですが、既存の床に大きな沈みやきしみ、腐食などがある場合は、床下の補修や作り直しも検討する必要があります。また、重ね張りはフローリングの厚み分、床の高さが上がることが最大のデメリットなので、床下の状態だけでなく、施工後にドアの開閉、戸の取り外しに支障が出ないかも確認しておきます。それではここから作業に入ります。まずは既存の幅木をカッターやインテリアバールなどを使って剥がしますが、先付け幅木の場合は少々厄介で、このままでは外すことができません。この場合、クロスも張り替える予定があるのであれば、幅木をボードの面で切断したり、ボードの下を壁面の下地の位置で切り、ボードごと取り外すこともできますが、DIY で最も施工しやすいのは見切り材を使う方法です。まずはこれが壁際に使う壁見切り。後付け幅木が使えない場所でも壁際の隙間や留め具を隠すことができます。こちらは段差見切りで、入り口部分の段差などで使用します。その他、床の途中で区切ったり、異なる床材を隣り合わせるときに使う継ぎ手見切りというものもあり、これらを活用することで壁際や露出する端部をきれいに収めることができます。フローリングを貼り始める前に、まずは割り振りを確認しておきます。最初に部屋の奥行きを測り、フローリングの幅から最後の一列がどのくらいの幅になるのかを計算します。最後の一列が細くなりすぎる場合は、最初の一列もカットして、両端の幅が極端に細くならないように調整します。フローリングの継ぎ目は、隣の列と一直線に続かないよう、ずらして貼っていくのが基本で、このように貼り始める前にしっかり割り振りを確認しておくことが、きれいに仕上げるためのポイントになります。続いて墨出しで、根太に固定する場合は、あらかじめ根太の位置を確認して、墨つぼやチョークラインで印をしておきます。これをやっておくことで、施工中に固定具を打つ位置が分かりやすくなります。また、最初の1列目が曲がると、2列目以降も全て曲がってしまうので、最初の1列目だけはまっすぐ貼るための基準線も墨出ししておくと失敗しづらいです。それではここからフローリングを貼る作業に入りますが、フローリングの四辺にはサネと呼ばれる凹凸の加工が施されていて、留め具で下地に固定しながらサネを組み合わせて貼っていきます。使用する留め具はこちらで、エアツールを持っている場合はフロアステープルが最も手軽でスピーディーに作業でき、初めてフローリング張りに挑戦する方や将来的に張り替える可能性がある方にはフロアビスがおすすめです。フローリングをカットする際は、化粧面にバリや欠けが出ないよう、ノコ刃が材料に入る方向と抜ける方向に注意しましょう。丸ノコやスライド丸ノコを使う場合は、フローリングを裏返して切るのが基本です。壁面や配管などの切り欠きが必要な場合は、手ノコやジグソーを使って加工します。フローリングの裏面にフロアボンドを塗り、墨線に合わせて、まずは壁際の端部を真上からビスで固定します。この端部のビスは後で幅木や見切り材で隠すため、はみ出さないよう打ち込み位置に注意しましょう。壁際が決まったら、今度は反対側やつま手側を固定していきます。壁際以外はすべてサネの奥から斜め下に向かって留め具を打ち込みます。留め具を打つのはおざね側で、頭が出ていると次が入らないので、少し埋めるように打ち込みます。続いて2枚目で、長手方向の必要な長さを測りますが、サネの先端ではなく必ず化粧面の端から測ります。必要な長さで切ったら、今度は反対側の切り欠き加工です。合わせてみて問題ないことを確認したら、また裏側にボンドを塗ってセットします。反対側が壁でうまく寄せられない場合は、壁に当て木をしながらバールなどを使って押し込みます。1列目が曲がってしまうと、2列目以降も全て曲がってしまうので、とにかく最初の1列目はしっかり墨線に合わせ、隣り合うフローリングをまっすぐに合わせます。留め具を打つ際はフローリングに体重を乗せ、しっかり押さえながら打ち込みます。
エアツールを使用する際は誤って自分の足に打たないよう体の位置や打ち込む方向を必ず確認してください。この部屋では窓サッシの前に L 字の見切り材を取り付け、フローリングの端部を収めました。続いて2列目ですが、ここで大事なのが長手側のサネの入れ方です。専用工具がない場合は少し長めの角材を用意して反対側から叩き入れます。ハンマーなどで直接サネを叩いてしまうとサネが潰れてしまうので NG です。ちなみに専用工具はこちらです。軽い力で簡単に寄せられるので、今後もフローリングの重ね張り作業を行う予定のある方は買っておくとこの作業がかなり楽になります。最初に割り振った位置でフローリングをつなげ、2列目の貼り付け完了。あとは木くずを掃除しながら同じ要領でひたすら貼っていきます。フローリングは1坪分を1梱包で販売しているものが多く、1坪は約2畳なので、8畳のこの部屋なら単純計算で4梱包分が必要になります。フローリングにはそれぞれ性能の違いがあるので、用途に合ったものを選ぶことが大切です。壁見切りを使う場合は、あらかじめ壁面に両面テープで貼っておき、カバーを外してフローリングを貼り付けます。冒頭で説明した通り、この方法が一番簡単で手軽ですが、クイックルワイパーで掃除をすると、このわずかな段差で端部に吹きムラが出てしまうため、正直僕は今後はあまり使いたくありません。それから、この動画では基本通りフロアボンドも併用した施工を推奨していますが、僕自身は今後、自分の家でフローリングの重ね張りを行う際は、フロアボンドは使用しません。理由はいずれまたフローリングを張り替える際、剥がす作業がかなり大変になるからで、床鳴りの発生原因は様々なので、ボンドを使用しないことだけで、そのリスクが大きく高まるというわけではありません。そのあたりは下地の状態や使用するフローリングの施工仕様などを確認した上で判断してください。ちなみにボンドなしで施工し、4年が経過したこちらのキッチンは、今でも全く何の問題も出ていません。さて、初めの割り振り通りに貼ろうとしても、どうしても入れられない部分が出てくることがあります。そんな時は長手方向を少し短く切り、スライドさせながら収める方法もあります。切ったものをそのまま隣に貼るので模様も合い、遠目だとほとんどわかりません。入り口の段差見切りも壁見切りと同じように、あらかじめ両面テープで床に固定してからフローリングを貼ります。最後に上からカバーを押し込み、これで入り口の段差がなだらかになりました。そして最後の1列ですが、まずは残りの寸法でカットします。ここが大事なポイントで、裏面の壁側の角を少し削ります。さらに壁の入り墨にあたる部分の角も少し削り、隣のフローリングにサネを合わせてセット。フローリングが傷つかないようにタオルなどを挟んで当て木をし、上からハンマーなどで叩きます。するとこの通りしっかり入りましたが、裏側の角を削っていないと壁が傷つくので要注意です。水平器を当ててフローリングがしっかり下まで落ちていることを確認したら、最後に壁際ギリギリの部分に留め具を打ち、これでフローリングを貼る作業は完了です。続いてフローリングと壁の境目に後付け幅木を貼っていきます。貼り付けに使用するのは木工用ボンドと隠し釘で、これは打ち込んだ後に頭を折ることで釘跡を目立たなくできる釘です。まずは幅木の裏にボンドを塗り、貼りたい位置に密着させ、溝の部分に隠し釘を打ち込んだ後、ピンポンチを使って横から頭を叩いて落とします。壁が波打っていて幅木が浮いてしまう場合は、ボンドが乾いてから頭を落とすとうまく貼ることができます。ちなみにこの作業は仕上げ釘打ち機があるとかなり楽に行えます。角の部分は小口を45度に切って合わせます。隠し釘の跡が白くなって気になる場合は、傷隠しペンで目立たなくなります。こうして部屋中に幅木を貼り付けたら、いよいよ最後の仕上げです。幅木が付けられない部分の床のわずかな隙間を埋めていきます。使用するのはアクリル系の充填剤で、できるだけ床の色に合わせると目立ちづらいです。
他に幅木のわずかな隙間などが気になる場合は、同じくアクリル系の充填剤やパテで埋め、最後に掃除をして作業完了です。今回の作業でかかった費用は、8畳のこの部屋で約5万円。工務店だと20万円以上の見積もりを出されることも珍しくないので、DIY ならかなり施工費を節約することができます。実際にやってみると意外と簡単なフローリングの重ね張り。DIY が得意な方は、ぜひ挑戦されてみてはいかがでしょうか。